回のお話は YouTube 動画で利用されているコーデックについてです。この一連の流れで YouTube はコーデックを利用するのですけど、通信データ量が少なく済みながらも高画質で視聴することができます。現在動画再生で利用されているコーデックを確認することができます。ますます謎は深まるばかりなんでございます。はい、皆様こんにちは。本日はアフレコでお送りいたします。というのも、動画を撮影している最中に音声別撮りをしていたのですけど、ノイズが入ってしまいまして、少し聞き取りづらいこともあって、今回はアフレコにいたしました。では、動画収録していた際にお話ししていた内容をここで喋っていきます。今回のお話は YouTube 動画で利用されているコーデックについてです。実は以前にもコーデックの話をしたことがあるのですけど、その際に少し気になることが起きましたので動画にいたしました。気になる点をお話しする前に、まずコーデックって何？というお方もいると思いますので、コーデックのお話をしたいと思います。コーデックとは動画を圧縮する際のコンプレッサーの頭の文字 CO と動画を再生する際のデコードの頭の文字 DEC を合わせた造語でコーデックが語源と言われています。私たち動画投稿者が YouTube に動画をアップロードすると、動画は再圧縮されて YouTube で再生、視聴できるようになります。この一連の流れで YouTube はコーデックを利用するのですけど、その際に3種類使われています。ここからコーデックに対する表現方法は個人的な印象になります。まず一つ目は AVC1。これは一般的に使われているコーデックで、YouTube の扱いとして低画質再生で使われることが多いです。低画質といっても AVC1 のコーデックが低画質というわけではなく、YouTube での取り扱いが低ビットレート用として使われるため、動画が低画質になります。主に 1080p 以下の解像度動画を投稿すると YouTube には低ビットレートで再圧縮される場合が多いです。低ビットレートで圧縮された動画はブロックノイズやモスキートノイズが多く出る傾向があります。2つ目は VP9 です。このコーデックの個人的印象は YouTube では中画質再生で使われることが多いです。主に 1440p 以上の解像度を持つ動画を投稿した際に利用されているようですね。先ほど話した AVC1 のコーデックと比べて VP9 は中ビットレートで再圧縮されているようなので、ブロックノイズやモスキートノイズが発生しづらい動画になります。3つ目は AV1 です。このコーデックの個人的印象は YouTube では 1080p 解像度再生時の高画質再生で使われている場合が多いようです。YouTube で扱っている AV1 の特徴といたしまして、低ビットレートなのに高画質で圧縮、再生できるため、大きいファイルサイズになりがちな動画には適しているコーデックと言えます。再生・視聴する側も通信データ量が少なく済みながらも高画質で視聴することができます。YouTube に投稿する動画で分かっている点は、1080p 以下の解像度で投稿すると AVC1 の低ビットレートで圧縮されることが多く、1440p 以上の解像度で投稿するとVP9 の中ビットレートで圧縮されることが多いです。ここまでが主に YouTube で取り扱っているコーデックについてのお話です。ちなみに YouTube に投稿された動画ではなく、自分で編集した動画に各コーデックを利用して出力した動画は
3種類とも適切なビットレートで圧縮された場合は高画質になりますので、AVC1 が低画質なコーデックということではありません。ここまでお話しすると、自分の YouTube 再生環境はどのコーデックが利用されているのだろうと気になるお方もいるかもしれませんが、確認方法があります。スマホと PC で確認操作をお話しいたします。スマホで YouTube 動画を見る際に YouTube 専用アプリを使っている人も多いと思いますが、専用アプリではなく Google Chrome などのブラウザで YouTube 動画を再生します。まずは PC の場合ですが、再生画面を右クリックして詳細統計情報をクリックすると、現在再生されている動画のデータ一覧が表示されますので、その中からコーデックを確認すると、現在動画再生で利用されているコーデックを確認することができます。一覧表示を閉じるときは、表示右上の×印をクリックすると閉じることができます。スマホの場合は映像を一度タップして右上にギアマークの設定アイコンを出して設定アイコンをタップします。表示されたメニューの中から統計情報をタップします。すると動画再生データ一覧が表示されますので、その中からコーデックを確認すると、現在動画再生で利用されているコーデックを確認することができます。一覧表示を閉じるときは、再度設定アイコンを表示させて、先ほどと同じように統計情報をタップすると閉じることができます。そして皆様、最初にお話ししたコーデックに関して少し気になることが起きましたという話をしていた件はすでに忘れていらっしゃると思います。実はここからが本題なんですね。ちょっと前置きがかなり長くなりましたけれども、普段は 4K 動画を投稿していますが、以前に何度か 1080p で動画を投稿しています。今までの話の流れであれば AVC1 のコーデックが利用され、低ビットレート動画になるはずでしたが、なぜかパソコンでは AV1 で再生されて、スマホでは VP9 で再生されました。パソコンの場合は設定で AV1 で再生できるときは行うというような項目が確かあったはずなんですよね。で、そちらにチェックを入れることで、今まで VP9 のコーデックが使われて再生されていた動画が AV1 のコーデックで再生されることが考えられます。ですが、根本的に 1080p の動画を投稿したのに AVC1 のコーデックが使われていないという点が引っかかりました。何の違いがあるのかなと思いまして、今回の投稿動画は 1080p で投稿して検証してみたいと思います。この動画は AVC1 のコーデックで再生されるはずなんですが、VP9 や AV1 で再生された場合は、なぜでしょうわかりません。正直なところ、YouTube の中の人でなければ答えは出ないと思います。そこで考察をしてみたのですが、以前に 1080p で2本動画を YouTube にアップしました。1本は DJI Osmo Action 4を使って撮影した動画で、動画内容は SD カードの不良に遭遇した件だったと思います。その動画は AVC1 のコーデックが利用されて再生されました。そしてもう一本はサフォーラ SF530 Pro を使って撮影した動画で、動画の内容は今回と同じようにコーデックの話をしていました。そして SF530 Pro の動画は AV1 のコーデックが利用されて再生されました。2本の動画の違いといえば話の内容なんですけれども、もしかして YouTube 動画をチェックして回っている AI がコーデックの話を拾ってですね、1080p 動画だけどコーデックの話をしているから AV1 で再生させるかって
なったんでしょうかね。ますます謎は深まるばかりなんでございます。考えられるといたしましたら、話した内容の違いくらいしか思いつかないんですけれども、実のところは何だったんでしょうかね。謎は謎のままにいたしまして、今回の動画はどのコーデックが利用されて再生されるのかを楽しみにしたいと思います。というわけで、今回の動画はこの辺で終了いたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。